語弊を恐れず言うなら。結論、欲しいものをタダで手に入れられ、払った金額も全額還元される。寄付額上限の範囲内であれば、住民税から全額控除されます。数万円の払った税金を返礼品をもらって、取り返したい人のための動画です。私が入社したのは23歳で、2年目から手取りが減る現象が起きました。原因は後払いの税金が2年目から課税されるからです。年功序列で毎年2000円昇給していましたが、差し引かれる税金がはるかに高いんですよね。だから入社2年目から手取りが減るんです。今回のテーマ、ふるさと納税は、支払った金額は全額返ってきて、むしろお金が増える件です。これは日本の税制を根底から覆すシステムのバグと言えます。税金は会社の年末調整で、これ以上コントロールできないと勘違いしている日本国民は多いです。小春チャンネルにようこそ。当チャンネルではお金に対する経済的に賢くなることを研究しています。今日もお金について考えて、国や会社から搾取されない環境を構築しましょう。株式投資もやっていますが、必ずお金になる再現性の高い節約は最強です。まずは、ふるさと納税のありがたみを知るために、日本国民はどれほどのお金が搾取されているかを確認しましょう。あなたの給料明細を見せてください。くらいなさい。もうすでに退職して無職なので、スキャンしたら黒く見にくいのが余計にリアルですね。給料が21万に対して差し引き金額が6万6千円。毎月 PS5 以上の税金が取られているのですよ。手取りが14万5千円なので、名古屋で暮らすのなら貯金も旅行も楽しめないですね。名古屋に勤めてらしたんですね。都心の生活費で独身を調べました。平均は以下の通りです。にゃ私の手取り14万円だと1万5千円の赤字だったんですね。哀れに思った視聴者の皆さん、安心してください。実家暮らしでした。親には感謝しています。家賃の7万円が必要ないと、一気に生活が楽になりますね。皆さんも職場と実家が近い時は、無駄に一人暮らしはおすすめしません。社会人は一人暮らしでしょ。っていう、プライドはお金を浪費させようとする日本の罠ですから。何も対策をしないと、65,823円毎月の税金がかかっていました。節税の対策をすればこの通り。よくし。改善後は38,046円。毎月27,777円の節税効果。年間にして33万円以上です。33万円返ってきたら何にお金使います？旅行？彼女・彼氏へのプレゼント？家族への恩返し？生活に心のゆとりが生まれますね。給料自体は21万円と変わりないのに、手取りが17万7,500円と3万円ほどお金を多くもらえるんです。残業しなくても、食べたいものを我慢しなくても、勝手に手元に残るお金です。やっぱりふるさと納税を知っておかないと損ですね。会社勤めの方は、給与から税金や社会保険料などの給料天引きが先に支払われ、残りの金額を受け取るのが一般的です。控除にはどんな種類があるんですか？控除の項目として代表的なものは下記の通りです。1、社会保険料。社会保険料は健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つに分類され、これらは会社と従業員が折半で支払うのが一般的です。会社と折半ですか？半分を会社が負担してもらうことです。年金で元を取るかって話がありますよね。個人で払う分の半額が対象となっており、トータル納める額の方が大いに決まっているんです。健康保険料。健康保険組合、協会憲法などの健康保険の保険料。保険料は定められた保険料率によって計算されるため、収入が増えると保険料も高くなります。介護保険料。介護保険は40歳以上になると支払うもの。私たちは20代なので支払うのは当分先のことです。厚生年金保険料。原則65歳以降に受け取る老齢年金、公的年金や障害年金、遺族年金などの保障を受けるための
厚生年金も保険料率が定められており、収入によって保険料が異なります。この年金が控除額の割合が最も高いですね。世知辛いですわ。この点は健康保険と異なり、全国一律で保険料率は 18.3%。2割持っていかれてるんです。稼いだ金額を低く申告する必要がありますね。雇用保険って私が離職した時に失業保険をもらうのに必要でした。保険料は 0.3% なので大したことはないですね。元も取りましたでしょう。補足しますね。失業中にスキルアップし、再就職を狙いたいと考えるのであれば、国が指定する教育訓練講座がおすすめです。雇用保険に加入していれば、その費用の一部が教育訓練給付金で賄われます。所得税は、課税対象の金額が大きくなればなるほど、税率も高くなります。5%、45%。住民税 10% を加えると、最大 55% が課税されるんですよ。こんなに税金高い国他にないですよね。本来、1年間の収入や控除額が確定していなければ、税率や所得税額も決められない仕組みですが、会社員の給与は、給与所得の源泉徴収税額表にのっとり、所得税相当額を源泉徴収するのが一般的です。つまり、会社員は確定申告しなくてよいってことです。でもね、これが落とし穴なんですよ。しっかり課税対象額を引き下げる必要があるんです。ここで、ようやく、ふるさと納税に影響があるカテゴリーです。住民税は、所得税と同じく、収入から控除額を差し引いた残りの金額に対して、かかる税金で、税率は一律 10% と固定されています。住民税は、他の税金と違い反映されるタイミングが違うんですよね。だから、入社2年目から手取りが結構減ったと思うんです。所得税は、その年の収入に対して、その年に納付しますが、住民税は、前年の収入に対して、翌年6月から翌々年5月にかけて納付します。例えば、令和2年4月入社の新入社員であれば、令和3年6月から住民税を支払うことになります。つまり、住民税は、1年間に12分割されて徴収されるんですね。私の場合、1月に14,900円だから、12ヶ月だと178,800円結構給料から天引きされているんですね。ふるさと納税は、この部分が効いてくるので、具体的な節税をしていきましょう。ふるさと納税とは、国民が好きな自治体、都道府県や市区町村を選んで寄付ができる制度です。過疎などにより税収が減少している地域と、都市部との地域間格差を是正することを目的として作られました。人口が多い東京都はメリットがないので、ふるさと納税を辞退しています。ふるさと納税は、税額控除の額が大きく、なおかつ、自治体から返礼品を受け取ることができるため、非常にメリットの大きい制度と言えるでしょう。当時は、返礼の上限がなかったから、どう見ても、納税額より高価な返礼品が横行しましたね。あの時にふるさと納税しておけば、よかったな。今は、返礼の上限は納税額の3割なんですよ。後で解説しますが、この3割は、自治体が改変できるものがあり、まだ抜け道になっています。ふるさと納税を利用している人は年々増加しており、令和2年度のふるさと納税の控除適用者は、全国で約406万人に達しています。ふるさと納税の仕組みは、どうなっているんですか？住民税はの6月から徴収が始めり、来年の5月までの1年間の額が決定されています。ふるさと納税で買った金額分が、最終的に差し引かれる制度です。例えば、6万円分のふるさと納税をした場合、控除される税額は、6万円から2000円の手数料を差し引いた5万8000円です。税金が買った分なくなって、さらに美味しい返礼品があるなんて、いいですわ。控除される金額は寄付金から2000円を引いた金額と決められています。でも、実際には、クレジット決済やクーポンが楽天サイトでも使えるので、1000円クーポンと5のつく日でポイント2倍とかを使えば2000ポイント以上還元できます。その結果納税した金額以上返ってきて、返礼品を考慮するとやらない理由がないんです。還元率が高い返礼品、その種類について、今回の動画で一番重要な部分です。
ふるさと納税は選べるバリエーションがたくさんあり、せっかくならお得なものが欲しいです。どんな商品を選べばいいですか？各自治体では寄付金額の3割以内に相当する返礼品を用意しています。つまり上記のように6万円を寄付した場合、5万8000円の税額控除を受けられる上、1万8000円分の返礼品をもらえるんですよね。ここからの公式サイトでは書けない裏情報です。返礼品が3割の上限のは分かりましたね。カメラなどの家庭商品は定価が明確に決まっており、国の審査が厳しいです。逆に肉や野菜、魚などは生産者が自由に値段を決めることができます。つまりどう見ても2万円するお肉でも、自治体が5000円と言ってしまえば3割に収めることができます。私が鶏肉を購入したら3000円クーポンが同梱されていました。クーポン自体にはお金の価値がカウントされないということです。やりすぎな自治体も出てきて、国からふるさと納税が停止されたところもありますから。総務省は静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の参加を認めないと発表した。適正に寄付集めをした自治体の平均が1億円強なのに対し、不適正な手法で2億円を上回る寄付を集めた。自治体も合法的にあの手この手を使ってきますね。私たちにとっては税金を取り返すメリットになります。結論、ふるさと納税で還元率が高い商品は、定価が曖昧な生鮮食品を選択すること。買うべき商品を見つかったところで、ふるさと納税の手順を解説していきます。やってやりますわ。ふるさと納税はやった金額だけ税金が控除されるんですか？だったら50万円買って税金をゼロにして食べ物ももらうことができますよね。もちろん上限が決まっていて、寄付に上限はありませんが、還付金は増えません。結果、自己負担が多くなるだけです。厳密に言うと、確定申告時の課税対象は軽減できますが、影響は所得税のみになり、今回、テーマのふるさと納税から逸脱します。じゃあ上限はいくらなんですか？調べてみると、総務省 HP にこんな記載がありました。私の場合、最後の源泉徴収票では、収入が300万円です。世知がないですわ。そして、独身なので、ふるさと納税の上限は2万8000円となりますわね。日本人の平均年収は450万円ほどです。すると、独身の場合、5万2000円。配偶者と子供がいたとしても、3万3000円が使用できます。年収が高くなるほど、有利な上限になっていて、年収1000万円だと18万円。配偶者に子供でも14万4000円の税金コントロールができます。累進課税といって、所得が高い人ほど、税率は高くなりますから、お金持ちはこれくらい許されていいんです。寄付したい自治体や返礼品を選択しましょう。あれは宮崎県産豚こま切れ 4.5kg。 楽天ポイントも880ポイントついてきますわ。一人暮らしなら1ヶ月耐えしのぐことができるんじゃないかしらね。大量のお肉見ていて飽きそうなので、春野からのおすすめは訳あり品。私たちにはお得なので購入させていただきます。これもリンク貼っておきますね。この重量で1万円なので、物足りない方は買い足しができますね。年収300万だと2万8000円の上限ですが、生計が独立している両親、兄弟にもおすすめしましょう。おこぼれがもらえるかもしれませんし、家族の税負担が軽減されますから、買いたい商品が決まったら、買い方はどうするんですか？では、次の段取り、寄付の手続きを行っていきましょう。楽天市場のサイトなら、そのまま買うことができます。しかも、決済方法もクレジットが使えます。本来、納税額だけ税金が減りますが、ポイント還元だけでも 5% ほど増えます。3万円なら1500円分ポイントがつきます。4万円以上でポイントデーに買うと、2000円の手数料よりもらう額だけでも大きくなります。やらない理由がないし、日本税制のバグでしょう。草生えますわね。購入の際はワンストップ特例制度にチェックを入れておいてください。どうしてですか？確定申告が不要になるからです。国としては、ふるさと納税ごときに
税務署を混雑させていくないからです。返礼品とともに寄付受領証明書が同梱されているので、絶対になくさないでくださいね。上手に焼けました。最後に注意点はありますか？はい。寄付額上限の範囲内であれば、全額住民税から控除されます。上限をシミュレートで確信した方が安心でしょう。リンクを概要欄に記載しますね。それと確定申告です。申告を行えば、わずかに所得税が還付された経験があります。せっかく税務署に行くのなら、医療費控除や株の配当金控除を併用して節税対策をしましょう。株に関しては過去に解説したことがありますわ。金銭的なリターンを得られるのはいつになるんですか？線的なメリットを受けられるのは、翌年の課税のタイミングです。1年先に税金を納めるわけですから、クレジットカードの使用額に注意しましょう。住民税の効果を発揮するのはいつ？住民税は6月から反映されます。12回の1年にわたり、節税の効果を実感できます。なるほど。6月になったら給料明細を確認して、住民税が減っているのを楽しみにできますね。ふるさと納税ができれば、その他の節税も来年から身についてくるはずです。会社の給料が安く感じたら、転職よりまずは節税で手元に残るお金を増やしていきましょう。年収400万では年間30万以上の節税ができますから、まずは確定申告不要のふるさと納税から挑戦しましょう。また明日とか思っている人、明日は一生訪れません。その瞬間が最もモチベーションが高いんです。思い立った時に行動しなければ。VTuber でゲーム実況が一般的ですが、ゲームを攻略するよりお金のために働き続けることを攻略した方が人生楽しいのが私の考えです。みんなと同じ仕事で給料を増やす嘘みたいなことができることに私は驚きました。人生100年時代で100歳を超える人が私たちの老後では当たり前となります。40年以上のお金の取り組みが老後の資金を左右しています。私のチャンネル登録者にはお金をコントロールする知識を身につけてほしいです。お金があれば仕事に依存する必要はないし、カップルでも家族でもみんなが幸せにすることがお金のパワーです。チャンネル登録、コメントは私たちのモチベーションとなります。私たち3人より人数は多い方が楽しそうなので、共感を私たちで共有できると幸せです。コメント待ってますわ。次にお前は思わず笑っちまったぜ。という思わず笑っちまったぜ。次にお前はという次にお前